シオンはもう大丈夫。僕はみんなのところに戻ってこられて本当に嬉しく思ってる。スバル、僕がここにいることを望んでくれてありがとう。稲本、面倒なことをしてくれた。いつも目障りだ。でも光はまだある。待っててね、シオンくん。全員集まったんですけど、話って何ですか？それは僕からではなく稲本社長から。今日は皆さんに重要なお知らせをしに来ました。重要な話？稲本さんからの重要な話っていつも嫌な予感しかしない。同じく。心臓に悪いよね。それはいい話ですか？悪い話ですか？ファンの皆様へご報告で始まるアイドルのお知らせレベルに心の準備を要するので教えてほしいです。いい話です。よかったー。いい話ですが、ただなんだ。ただより怖いものはない。そうですね。まず結論から申し上げますと、内々で皆さんのデビューの話が上がっています。デビュー？俺たちデビューできるんですか？端的に言えば。全然悪い話じゃない。はい、ちゃんといい話です。クック、アイドルなれる。そうだよクック、これでナゴム兄さんのそばにいられる時間が増える。信じられない。当然の結果だな。私を練習生に留めておくなど神が許さん。ただデビューの話は上がっているものの、ここにいる7名全員揃ってのデビューではありません。それってどういう？なに仁太郎、さっきから震えて。お手洗いならこのスタジオを出た右手に。ちげえよ、これはあれだ、ブルブルリってやつだよ。めっちゃ震えてるやん。もしかして僕の風邪が移っちゃった？ちげえ、お前たちは震えねえのか、今日の収録で。なんで逆になんでだよ。若い世代を中心に巷で大人気の高視聴率ゲームバラエティに出演するだけやんか。何を震えることがあんねん。そうだよ、ゲストが番組側が用意した多種多様なアトラクションや試練を体を張ってクリアしていくお茶の間の人気番組に出演することくらいどうってことないでしょう。どう考えてもどうってことあるだろう。まあまあ、そんな緊張しなくても大丈夫だよ。これってチームで戦うでしょ。7人みんなで協力してゲームクリアしていこうよ。7人で協力。ねえ、みんなあの話は聞いてるよね？あの話って？ああ、練習生組のデビュー。ちょっと仁太郎、声が大きいって。スタジオなんだから声を抑えて。だってよ、お前らは納得してんのか？練習生が7人一緒にはデビューできひんって話やろ。2つのレーベルから同時に話が来ていて、7人一緒じゃなくそれぞれのレーベルから4人と3人に分かれてデビューするか。俺、練習生がデビューするなら当たり前に7人だって思い込んでた。能天気なもんだな。ちょっとレオン、俺たちがいるのは芸能界だ。仲良し恋しの保育園じゃねえ。そりゃそうだけどさ、究極の選択だよね。俺たちでさえ思うくらいなんだから、本人たちはきっともっと7人全員でデビューしたかっただろうし。みんな大丈夫かな？闇田ひかるさん入りまーす。おはようございます。おはようございます。クランブでしたっけ？今日はよろしくね。はい、本日はよろしくお願いします。いやー、でも君たちも大変だよね。事務所があれでしょ。事務所のゴタゴタとか正直タレントに影響するじゃない。それで仕事来ないとか干されるとかあるし、正直今の事務所でいる意味とかなくない？レオン、やめとき。なんてデビューしたばっかで事務所移籍も無理な話か。今日は事務所のためにも頑張ってね。ありがとうございます。精一杯頑張ります。
ま、俺たちがいるのは芸能界やもんな。今日の対戦相手って今の方だっけ？交番表にも書いてあるし、さっき楽屋挨拶も行ったし、そうやん。名前通りの嫌なやつ。ダメだよ、そんなこと言っちゃ。どないしてん、仁太郎くん。怖いで。面白えじゃねえか。いっそすがすがしいほどの嫌なやつであればこっちもぶっ潰しがいがあるってもんだぜ。だから声がでかいって。今受けた恩義は仕事できっちり返させてもらう。そうだね。あんなこと言われないくらい圧倒的に僕たちが勝とう。さあ始まりました。ワクワクお楽しみランドの始まりです。本日のゲストは人気沸騰中クランブの皆さんです。それでは早速第一の種目へ移りたいと思います。最初はこちら、チキチキランランモーレース。出題されるクイズに回答者が答えるという内容ですが、1人がランニングマシンの上を猛ダッシュし、回答者側にあるランプが点灯したら答える権利が得られるという体力、そして知力がものを言うゲームとなっています。参加者はくじ引きで決定いたします。ではまず走者はレオンさん続いて回答者は一星さん。ほんまかいな。クイズ得意やないねんけど。ご準備をお願いします。それではチキチキランランモーレーススタート。どうしたの仁太郎？いや、なんかいつもより速度が速いような。お伝え忘れました。レオンさんの体力を鑑みて本来の速度設定よりプラス3キロしており、時速は16キロとなっております。いや、速すぎやろ。レオンかて無茶やろ。わ、めっちゃ走れとる。問題。レオンの好きな食べ物を4つ答えよ。え、クイズってそういう。うわ、早っ。回答できるようになるん早っ。レオンの好きな食べ物はシナモン、乳酸菌飲料、鶏胸肉、プロテインバー。1ポイント獲得。2問目どうぞ。問題。レオンは今日何を食べた？いや、早いって。レオン時速いくつで走ってんねん。レオンが今日食べたんはプロテインとソイバーです。いや、なんで正解知ってるのよ。事前にアンケートを書いたからと思いたいよね。2ポイント獲得。敵チームの付け入る隙を与えない見事なチームワークだ。未だかつてないほどの速さを見せつけてくれたレオンさん、番組史上最高の15ポイント獲得でレオンさん一星さんチームの勝利です。イエーイ、やったな。いいウォーミングアップになったな。漫画の敵役がよく言うセリフやな。続いてはサッカーストラックアウト。9枚の的についている数字に応じてポイントが与えられます。こちらの挑戦者はナゴムさん。え、僕ですか？ナゴムファイト。ありがとう。自信はないけど頑張ってくるね。終了。9枚すべての的が当てられました。合計得点は45ポイント。これも過去最高得点。すごいぞクランブ。すごいねナゴム。サッカーずっとやっていたの？やってはいないんだけど、昔サッカーの授業で下手だってクラスメートに言われてから開けてもくれても一人で練習していたんだよね。そのせいかもしれない。そっか。ナゴムンストイック。そのおかげで勝てちゃったし、過去のナゴムンに感謝だね。てか僕たち今のところ圧勝してない？いやー、さすがのクランブ。アイドルらしく天才的な強さです。しかし続いての種目はいかがでしょうか。番組で一番地味ではあるが高難易度を誇るつなげて続けてムキムキリンゴ。ルールは簡単。
並べられたリンゴの皮を制限時間内にいかに長く剥き続けられるかを競っていきます。なんだそれ。映画地味すぎひん？大丈夫なん？なるほど。料理の処方、家庭科の授業でやる誰もが通る道のリンゴの皮むきをあえて対戦式にするなんて奥が深い。浅すぎるやろ。こちらの挑戦者はさくやさん、どうぞキッチンの前へ。キッチンなんだ。制限時間1分。レディーゴー。これはすごい。軽やかに、まるでピアノを弾くかのごとく優雅にリンゴの皮が紡がれていく。剥くスピードが速く、それでいて皮の厚さ太さも均一。これは匠の技としか言いようがない。こうしている間にも咲夜さん1個目のリンゴを剥き終わった。リンゴの皮は捨てずに干して煮出すとアップルティーにもなりますし、冷蔵庫に入れておけば消臭効果もあるのでおすすめですよ。生活の知恵。これはもうリンゴ界の神と言っても過言ではない。禁断の果実をかじったのはアダムでもイブでもなく咲夜だ。終了。この人をくぐり抜けた両者にまずは盛大な拍手を。番組チームは45センチという結果でした。対するクランブチームはなんと1メートル30。圧倒的さでクランブチーム咲夜さんの勝利。どうもどうもありがとうございます。勝利の秘訣は何でしょうか？やはり日々の料理と鍛錬でしょうか。さすがです。さあ競技はまだまだ続きます。地の果てまで叫べ大声選手権。この競技はどうしたの仁太郎。ただひたすらバカでかい声を出した方が勝ちっていう小学生の昼休みみてえなやつだ。大声を出していただくのはクランブチーム仁太郎さん。いよいよ来たな、俺の時代が。仁太郎のためにできたみたいな競技だね。頑張って仁太郎。相手の鼓膜を潰してこい。ぶっそすぎる。こちらのマイクに向かって大きな声を出してください。大声カウンターがより大きい数字の方が勝ちとなります。ちなみに番組過去最高記録は110デシベル。これは自動車のクラクションの音量に相当します。いきます。元気ですか？耳が。仁太郎、味方さえも毒牙にかけるなんて諸刃の剣だ。あまりの大きさにスタジオ中が静まり返りましたね。気になるデシベルは130。これは人間が出せる大きさを超えています。人間じゃなかったのかお前。人間だ。言うまでもなくクランブ仁太郎さんの勝利。さあ残すところ1競技となりました。最終競技はポイントが高かったチームが参加権を得られます。総合得点で450ポイントのクランブチームが最後のステージへと進出です。最後の競技は確か番組側が用意した強敵とのエアホッケー対決だね。勝てば優勝賞金100万円がもらえる目玉競技だよ。今まで勝てたチームは数少ないんだって。なるほど、敵はプロのエアホッケー選手ということか。大丈夫、僕とスバルのチームワークなら絶対勝てるよ。アグリ。さあ準備はよろしいでしょうか。賞金100万円をかけたホッケー対決、レディーファイト。悔しい。エアホッケーあとちょっとだったのに。白熱しすぎてホッケー台が2つに割れるとは思わなかったよね。試合無効になっちゃった。残念。でも優勝したし、優勝のトロフィーだってもらえたよ。こんなに総合得点が高かった出演者は初めてだってプロデューサーさんも言っていたよ。嫌味言ってきたやつにもきっちり仕事で返してやれたし、よかったよな。でかい口を叩くやつほど小物だ。仮にも先輩にそんなこと言わないの。でも
この勝利は僕たちが7人だったから得られたものだと思う。僕一人でも、僕とアグリだけでもきっと優勝できていなかった。せやな。7人力を合わせてこそって言ったらあれやけど、だから言ったろ、友情努力勝利に感動する番組だって。7人だったから勝てた。言ってたっけ？でも本当にチームワーク必須だったね。せやからこそ練習生組が心配になってきたな。バラバラになったらどうなっちゃうのかな。練習生たち大丈夫でしょうか。大丈夫とは？それぞれ別のレーベルからデビューとなれば互いにライバルになりかねない。それに練習生たちは7人組であるクランブに強い憧れを持っています。そうですね。本当に決断すべきなのか、それとも。はい、ライゼンプロダクションです。いや、元気かい稲本。社長自ら電話番とは大変だね。新しい社長。大変といえば練習生たちのデビューの話聞いたよ。うちのシオンにもぜひ一緒にデビューしてもらいたいってレーベルの重役から直々に頭を下げられたんだ。その件についてはそちらから了解を得ていると担当の方から聞いていますが。断ることもできたんだよ。だけどほら、今回はなかなか込み入った事情があるだろう。だからこうしてわざわざ直接連絡を取ることにしたんだ。はあ、察しが悪いみたいだから担当直入に言わせてもらう。君のところの練習生たちがテイルウィンドオフィスの所属になるなら7人でデビューさせてあげられるけど、どうする？知らぬ間